多くのゴルファーは腕の使い方を大きく勘違いしています。そしてこの誤解こそが飛ばない原因であり、曲がる原因にもなっています。普通は飛距離を伸ばそうとすればするほど曲がりが大きくなるものです。ですが今回お伝えする内容を実践できれば飛距離を伸ばしながら曲がりまで減らすことができます。今回はその正しい腕の使い方を科学的にできるだけ分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。飛距離が伸びて曲がりも減る正しい腕の使い方を科学的に解説。腕は縦、体幹は横。理想のアームローテーションとは、テイクバックは不自然に、ハンズアップ改善方法。まとめ。では早速いきましょう。まずはマキロイ選手の正面の斜め上から見たイラストをご覧ください。このイラストの体幹と腕の部分一枚一枚を分解し、さらに胸部の向きをインパクト時の胸部の向きに合わせてみます。右のアニメーションと左のアニメーションは同じポジションに相当します。つまり胸部の向きを合わせた左側の動きが骨盤や背骨の動きを抜きにした腕の動きということになります。では左腕に注目してみましょう。これがトップの時の腕の位置です。両肩を結んだラインを基準にすると、おおよそ右肩の前に左手首がある状態です。そこから左太ももの前に斜めに降りてくる動きになっています。まるで刀で毛さ切りをするような動きをしているのです。実はこの方向の動きは左肩関節の動きとしてとても効率の良い方向です。このように前屈して手の力を抜いて腕を振ると斜めに動くのが自然な動きだとわかると思います。この方向は解剖学的にも肩関節が安定してぶれにくく、広背筋などの大きな筋力も発揮しやすい方向になります。だからこそこの方向にテイクバックし、この方向にダウンスイングすることで飛距離と安定性の両方を効率化できるのです。次に切り返す瞬間をよく見てみましょう。切り返し直後にさらに左肩関節が押しつぶされるように曲がり、右肘も曲がっている様子がわかります。トップではこの辺りだった腕の位置が切り返しからダウンスイングに入る瞬間にこの位置まで移動しています。通常の動きで見ると腕は下へ降りてきているように見えますが、腕だけで見ると逆に上方向へ動いているのです。これはとても重要な動きなのですが、腕の力で最後まで行っているわけではありません。この現象はクラブや腕にテイクバックの方向への慣性がかかった状態で、下半身が沈み込みながら体幹が左回旋し、その結果自然に腕がこの位置まで移動するのです。決して最後まで腕の力でテイクバックしているわけではありません。腕自体はある程度ホールドしたまま慣性によって生じているのです。下半身からダウンスイングを指導することによって左腕や右腕の筋腱が瞬間的に引き止まされて SSC が働き、左腕は急激に斜め下へ降りてきます。これまでの動画で解説してきた通り SSC を働かせることで通常の筋力発揮よりもより強く、より速く爆発的にパワーを発揮できるのです。さて次は回転の合成について考えてみます。腕は毛さ切りのように動かすと説明しましたが、実際はそれと同時に体幹の回旋も行われます。これについて少し大げさな例で考えてみましょう。例えばこのようにまっすぐ縦に手を動かすと、もちろんクラブは縦に動きます。そして腕を振らずに体幹を横に回すと、クラブは横に動き、スイングプレーンは横になります。この動きが合わさることでスイングプレーンは斜めになるのです。アドレス姿勢とスイングプレーンのイメージからこのように横に腕を振ると思っている方も多いですが、実はそうではありません。腕はほぼ縦に振り、体幹で横に回旋します。この合成によってスイングプレーンは斜めになり、効率よく力を伝えられるのです。ではそれを踏まえてアームローテーションにも注目してみましょう。トップでは右手首はかなり背屈し、左手首はやや小屈しています。切り返しの時の手元の動きとしてはこのような動きになります。右手だけに注目すると前腕の開内を維持したまま手首はやや斜屈しながら背屈します。そして左手に注目するとわずかに頭屈しながら小屈しています。
この動きは不自然な動きに見えるかもしれませんが、とても理にかなった動きです。これについては左右の手の力の入る方向を確認すると分かりやすいです。僕は以前のグリップについての動画で、右手は人差し指の付け根で支え、左手は小指と薬指、中指で支えると説明しました。このグリップはクラブの重心に対して左右の手が押す方向が揃っている状態です。その方向が分かりやすいようにシャフトに棒を取り付けてみました。クラブを寝かせておいた時にちょうど垂直になります。僕のおすすめする握り方でグリップすると、左手は青い棒の方向に引っ張る力が入りやすく、右手は赤い棒の方向に押しやすい位置になります。この状態でアームローテーションを行うと、切り返し時の最も手に負荷がかかる瞬間にスイングプレーンとぴったり一致することが分かります。この重要性は極端な例で説明すると理解しやすいと思います。先ほど腕は縦に振り、体幹で横回旋をすることによってスイングプレーンは斜めになると説明しました。この動きを実際にやってみると分かりますが、クラブを腕で縦に振りながら体幹を真横に回転すると、手元が左に動くことによってクラブは右へ倒れる力が発生します。画面を回転させると分かりますが、ダウンスイングの指導でスイングプレーンが歪んでいることが分かります。なぜ歪んでしまうのかというと、左右の手の力が入る方向性がスイングプレーンとずれているからです。では次に、あらかじめスイングプレーンの方向にクラブを傾けて、このまま腕は縦に動かして体幹を横に回旋しています。先ほどとは違い、手元が安定したまままっすぐスイングできました。比較すると明らかです。ちなみにクラブを寝かせすぎた時も同様にスイングプレーンは歪みます。歪むということはエネルギーが無駄に逃げているということです。つまり切り返し時にスイングプレーン上で効率よく力を伝えるためには、右手の人差し指の付け根で押す方向と左手の小指側で引っ張る方向の力の向きがスイングプレーン上にぴったり揃っていることが重要なのです。そしてそのための動きがこの動きです。この動きは腕と体幹によって合成されるスイングプレーンに力の入りやすい手元の位置を合わせるための動きなのです。ここで注意してほしいことがあります。それはこのようになってはいけないということです。これは間違ったやり方です。あなたにこの違いがわかるでしょうか？クラブのシャフトの動きだけに注目するとほぼ同じように見えますが、前腕から手首の使い方は大きく異なります。こちらは右手が開内したまま背屈し、左手首はやや小屈しているのに対し、こちらは右手が開外し、左手首はやや背屈しています。右前腕の開内をキープしたままシャフトを倒すのはとても窮屈な動きですので、自然に楽に行おうとするとこのような悪い動きになりやすいのです。このように右手が開外してしまうと、両手で力を加える力の向きはカット軌道になってしまいます。そもそも手を握った状態では手首はやや背屈するのが自然な位置です。このように手を握ったり開いたりすると分かりますが、力を入れて握ると手首は背屈するのです。これが握る時に力の入りやすい位置です。ですのでシャフトの傾きだけを意識すると手首はやや背屈しやすいのです。しかし切り返しでクラブに力を伝えるのは握るというよりは引っ張る動きになります。このような状況です。このように引っ張るには手首が前腕からまっすぐになるくらいの方が力が入りやすいです。そして引っ張るために力が入りやすい形にするためには、力強く握った手首の形からやや小屈する必要があるのです。さらに右の前腕も開内をキープするより少し開外する方が圧倒的に楽です。そのためただ単にこのようなシャフトの動きを真似ようとすると、右手の人差し指の付け根で押す方向と左手の小指側で引っ張る方向の力の向きはカット軌道になってしまうということです。切り返し時の正しい手の形を体感するには、このように壁にクラブを押し当てると良いです。自分なりのスイングプレーンにクラブの角度を合わせてクラブヘッドを壁に押し当ててみてください。スイングプレーンに沿って強く力を伝えるには、右手のひらが外を向くように前腕の開内を維持しながら背屈し、
左手首はやや小屈する方が良いことが実感できると思います。しかしこのような形になるとプレーン上で右手で押し左手で引くにはとても力が入りにくいことがわかります。シャフトを寝かせてインサイドから振るイメージにしているのに何度やってもカット軌道になってしまうという方を数多く見てきましたが、ほとんどの方がこの悪い例のようになっていました。だからこそここは強調したいポイントです。右手は開内をできるだけキープして背屈、左手は小屈です。この原理を理解して自分なりのスイングプレーンにぴったり合った手元の動きができれば、クラブは驚くほど安定し力も効率的に伝わります。つまり飛距離と安定性を両立させるために非常に重要なポイントなのです。それからこの手元の動きはテイクバックの胸部の右回線、手元が斜め上に上がっていく動きの中で徐々に行われるということも理解していただきたいです。先ほどは分かりやすく見せるためにトップ付近で行いましたが、トップ付近で腕だけで行うと運動連鎖が失われてしまいますので、全体的な流れの中で行われるよう意識して練習していただきたいと思います。ではそれらを踏まえてさらに左腕の動きを考察していきます。これはスイングを加速するための要素であり、ハンズアップ改善の鍵となります。まず左手首はトップで体の正面の右肩の前のあたりにあります。そこから左太ももへ下ろしてくる動きになりますので、自然に手元が体に近づく動きになります。実はこの手元を引き下げる動きはスイングの横回転を加速させる役割があるのです。横回転を加速するなら腕も横に振った方が効率的だと思われるかもしれませんが、そうではないのです。分かりやすくするために先ほどと同様にスイングを縦回転の要素と横回転の要素の合成と考えて説明していきます。縦回転を加速するには一度下げて上げる動きが重要でした。これは回転半径の短縮によって加速する、いわゆるフィギュアスケートのスピンと同じ原理だと以前の動画で解説しました。この回転半径の短縮の効果はもちろん横回転でも生じます。まずはこのように左腕1本で横にバットを振ってサンドバッグを叩いてみます。普通に振るとこれくらいの威力です。次に左腕を下げながら振ってみます。真上から見ると回転半径が短縮してバット先端が加速している様子がよくわかります。横方向のスイングの要素としては、手元を引き下げる動きによってヘッドを加速させる動きになるのです。この回転半径の短縮によるヘッドの加速は、縦の動きは下半身で行い、横の動きは左腕を引きつける動きによって行うのです。またこの左手の動きにはフェースをスクエアに戻す効果もあります。小指側を左太ももへ近づけるように動かすとフェースが返ってくるのがわかると思います。一方で先ほど説明したようにアマチュアゴルファーはこのように腕を横に振る人が多いです。おそらくアドレスで構えているイメージから腕を横に振ってボールを打つという意識が強いのだと思われます。ですが横に振り上げて横に振る動きは力も入りにくく、ヘッドを走らせる回転半径の短縮効果も得られません。そしてこの動きでは手元が体から離れるのは当たり前です。手元が離れれば離れるほどクラブヘッドは遠くへ行きます。この状態でボールに当てるには上体を起こすしかありません。これがいわゆる起き上がりです。多くの場合起き上がりは悪い癖、直すべき動きと言われます。しかし実際には起き上がりはボールにしっかり当てるために選ばれた合理的な解決策だとも言えます。つまり問題なのは起き上がっていること自体ではありません。起き上がらなければ当たらないスイング構造になっていることが問題なのです。左腕は斜め下に動かす、このイメージを持つようにしてみてください。ちなみに実際のスイングではクラブヘッドの遠心力がありますので、手元が体に極端に近づくわけではありません。ですが斜め下に引き下げるイメージを行うことで力が入りやすく、スイング効率も良くなると考えられます。左腕は右肩の前から左太ももの前へ斜め下に降りてきます。
これが最も肩関節が安定し、広背筋の力を使える効率の良い方向です。腕はほぼ縦に振り、体は横に回します。この2つが合成されてスイングプレーンが斜めになります。腕を横に振ろうとすると力も伝わりづらいです。切り返しでは右腕は界内をキープして背屈、左腕は小屈です。この形がスイングプレーンに一致する力の向きを作ります。自然に楽に行うとほぼ全員が悪い形になってしまいます。トップで右肩の前にある左手を左太もも方向へ引き下げる意識が重要です。回転半径が短縮しヘッドスピードが上がります。左腕を横に振るとヘッドは走らずフェースも返りません。今回の内容を参考にぜひご自身のスイングでも腕の使い方を意識してみてください。そして次回はスイングの土台となる下半身の使い方とそこから生まれる運動連鎖について解説するスイングフォームの完結編です。スイング全体がつながるとても重要な内容になります。当初イメージしていたシリーズ構成からは少し変わりましたが、皆さんに本当に必要な部分を確実にお伝えするため内容を再構成しながら作成しています。予告と異なる形になってしまいましたが、できるだけ分かりやすくなるよう心がけていますので、その点だけご理解いただけると嬉しいです。今後は実際の練習にすぐ使えるドリルやトレーニング方法も紹介していきますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。また、いいねやコメント、スーパーサンクスで応援していただけると本当に励みになります。もちろんこうして動画を見ていただけるだけでもとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。